Welcome to Radio Free Japan, coming to you from behind the Orange Curtain of Southern California. Your host, California Rose. こんにちは。レディオフリージャパンのカリフォルニアローズです。レディオフリージャパンが何をやっているかをここに書いてあります。英語なんですけれども、主に日本人の方に向けて、フェイクニュース、日本で今報道されているフェイクニュースが、本当であると、これフェイクニュースであるということをいかに早く、一刻も早く気づいていただきたく、この動画を始めております。今日は8月15日に行われますトランプとごめんなさいトランプとプーチンの、会談が、決まりました。アラスカで行われます。それについての、詳細をブレイドバートニュースを、日本語に訳して、お知らせします。ここに、概要が書いてございますが、フランス、ドイツ、イタリア、ポーランド、フィンランド、英国の首脳たち、EU の首脳が署名した土曜日の声明は、キエフに強固で信頼できる安全保障を含む公正で永続的な平和が必要であると強調しました。トランプ大統領はまた、クレムリンが和解に向かわない場合は、ロシアに追加制裁を科し、ロシア産原油を購入する国を標的とした二次関税を導入するという最後通牒を前倒しいたしました。期限は金曜日でしたが、ホワイトハウスは土曜日、制裁の可能性に関する質問には回答いたしませんでした。ゼレンスキー大統領は土曜日、ウクライナはロシアの行為に対していかなる報奨も与えないとし、ウクライナ国民は占領者に土地を明け渡すことは断じてないと述べました。ウクライナ当局者は以前 AP 通信に対し、キエフは事実上、ウクライナが軍事力で領土を奪還できないことを認める和平合意を応じるだろうと非公式に述べていました。しかし、ゼレンスキー大統領は土曜日、正式な領土譲渡はありえないと断言しました。NATO 事務総長のマーク・ルッテ氏は日曜日に、ウクライナへの軍事装備の流入拡大やロシア産原油購入を理由にインドへの二次制裁発動といった措置を講じた米国を称賛し、トランプ大統領は明らかにプーチン大統領に圧力をかけていると述べました。トランプはどうもプーチンに強い圧力をかけて、プーチンに、飲ませようとしている感じがします。というのは、ゼレンスキーに発言するチャンスがもうないからですね。そしてルッテ氏は ABC の番組 This Week のインタビューで、来週の金曜日は重要だ。プーチン大統領がこの恐ろしい戦争を終わらせることにどれほど真剣に取り組んでいるのかを試す機会になるからだと述べました。今日は以上です。